で、そういったモチベーションがすごい求められている、モチベーションアップが求められているリーダーシップの中で、特に大企業、皆さんの企業には多分ないと思うんですけれども、知らず知らずのうちにですね、逆の効果、モチベーションをどんどん下げてしまうリーダーシップっていうのは結構散見されるので、それについて少しお話をさせていただきたいと思って、2点ほどポイントはあるんですけれども、お話しさせていただきたいと思います。2つ、これもですね、結構いろいろあるんですけど、2つだけ今日お話しさせていただきます。まず最初のポイントがですね、森保監督がいらっしゃる中で大変申し訳ないんですけれども、最初のポイントはですね、名選手、名監督に必ずしもならずです。森保さん、もう大丈夫ですか？すいません。申し訳ございません。名選手&名監督ですから、もう成功例なので、森保監督じゃないです。これ聞いたこと多分皆さんあると思うんですけれども、特にスポーツの世界では、もう素晴らしい実績を上げている選手の方々が監督になったらば、なかなかリーダーシップが発揮できない。なぜかっていうと、一人の選手として求められているものの成功の基準と、リーダーとしての成功の基準を求められているものは全く違うんですよね。で、それが分からないでリーダーになってしまうと、リーダーシップは発揮できなくて、モチベーションを下げてしまうリーダーになってしまうということなんです。皆さんもですね、成功されている方々ですから、いろんなアイディアとか、それからいろんな人と議論してですね、こういうビジネスモデルはどうだろうかとか、もう本当に考えて、いろんなビジネスモデルを作ったり、ビジネスをスタートさせてますし、皆さんの会社もですね、やっぱりできる社員っていうのは、どうやって自分の仕事をもっとよくやればいいか、どうやったらもっと実績があるだろうかって、みんな考えるんですよね。考えて、IQ の高い社員がいろいろ考えて実績を出すから、君よくやった。君は今度グループリーダーねとか、課長さんねとか、社長さんねっていうことで昇進していくっていうことですよね。それが普通のプロセスで、決してそれは間違ってはいないんですけれども、今日はですね、チャートを出してはいけないと堀さんに言われたんで、チャートは出さないんですけれども、ぜひですね、皆さん、時間の時、ネットで調べてください。上司に求めているものは何ですかっていうね、マネージされる側に、上司に求めているものは何ですかって聞いてアンケートいっぱいあるんですけども、そこで出てくるのがですね、よくある項目っていうのが、自分の意見や、考えに耳を傾けてくれるとか、あとは公平公正に評価してくれるだとか、気分に浮き沈みがないとか、明確な判断をしてくれるっていうですね、リーダーシップによくあるようなことを求めてるんですよね。で、そういった調査をよく見ると、そもそも昇進するための要件を満たした実績が上がったとか、仕事ができるだとか、そういったことは実は、社員はリーダーにはあんまり求めてないんですよ。で、特に若い方々で実績が出ると、もうやっぱりいい意味で自信がつくんですね。俺やっぱり実績を出したからね、若くして課長になったんだ、若くして社長になったんだっていうのはいいんですけれども、その自信がリーダーシップには全くつながらない。つまり、俺は実績出したから偉いんだから言うことを聞けっていうロジックになった瞬間に、社員のモチベーションは求めているものと全く違うものをリーダーやってますから、どんどん下がっていってしまうっていうことが実際に求められているし、現状として起きるし、これが名選手が必ずしも名監督にならないっていうところにつながっていくもんじゃないかなと思うんですね。で、言い換えるとですね、リーダーとして求められるものっていうのは、IQ の高さも大事なんですけれども、いつも私が言ってるんですけど、心の知能質の高さ、EQ はいかに高いか、これがリーダーには求められている。EQ が高いリーダーが成功していくリーダーだというふうに私は思ってますので、逆のリーダーいますよね。だから要するに、肩書きで仕事をする。部長だから言うことを聞け。俺はこの会社に35年いるから偉いから言うことを聞け。モチベーション上がらないですよね。モチベーション上がる社員、リーダーっていうのは、やっぱり一人一人の社員の悩みを聞いてあげたりとか、アドバイスをしたりとか、さっきから言ってるように、公平な判断をするとか、明確なアドバイスができるとか、気分の浮き沈みがない、そういったリーダーが求められているわけですから、あってはいけないのが逆のリーダー。つまり、さっきから言ってるように、肩書きとか年功で権力があると思っているリーダー。それから逆に、朝令暮改になってしまうリーダー。うまくいくとですね、自分の手柄にして、うまくいかないと人のせいにするリーダー。いますよね。そういったことが日常茶飯事、いろんな組織で行われているので、ぜひですね、まず1点目は、実績を上げた自信につながるのはいいんですけども、リーダーには全く違うものが求められているということをぜひ、皆さんはご存知だと思うんですけども、これからリーダーになるような若い方々にですね、ぜひそれを伝えていただいて、君は昇進今度するんだけども、
昇進した要件とリーダーシップに求められているものは全く違うんだよということをちゃんと教えてあげて、それをガイドするのが、ここにいる皆さん、リーダーの非常に重要な役割じゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、それを、特に若い方々、実績上げて自信持って頑張ろうと思っているのに、そこのアドバイスをしないまんまですね、現場に放り込んでしまったら、こんなにかわいそうなことないですよ。で、もっともっと伸びるはずだった、できる社員が、そこでですね、やっぱりストップしてしまうってことはあっちゃいけないので、ぜひそういったですね、リーダーシップがちゃんと発揮できるような環境、もしくは発揮できるようなトレーニングっていうのをですね、ここにいらっしゃるリーダーの皆さんにはしてもらいたいと思います。それが1点目。